なおは35歳の独身会社員です。仕事は毎日忙しく、特に最近はプロジェクトの締め切りが迫り、連日残業が続いていました。朝早く家を出て、夜遅く帰宅する生活がすっかり日常になりつつあります。また今日も残業か。なおは会社のデスクでカレンダーを見つめながら心の中でため息をつきました。体の疲れはもちろんですが、心の疲れも日に日に増しているのを感じていました。帰宅後はテレビを見ながら簡単な食事をとり、そのままベッドに倒れ込むように眠るだけの生活。誰かに愚痴をこぼすこともなく、休日もただ疲れを癒すために家でゴロゴロするだけ。このままでいいのかなと時折考えるものの、仕事の忙しさに押し流され、結局何も変えることができないまま日々が過ぎていくのでした。その日の夜も、なおは残業を終え、いつもの電車に乗り込みました。時刻は午後10時を過ぎ、車内にはちらほらと他の乗客が乗っているだけ。なおはいつものように窓際の席に座り、窓の外の暗闇をぼんやりと眺めました。今日も疲れたな。なおは小さな声でつぶやき、目を閉じました。体は重く、まぶたが自然と落ちていきます。揺れる電車のリズムに合わせて、なおは次第に意識を手放していきました。どれほど眠っていたのか、ふと目を覚ましたなおは、ぼんやりとした頭で窓の外を見ました。しかし、そこに広がる風景は、彼女が見慣れた街並みとは全く違うものでした。なおは思わず言葉を漏らしました。緑が広がり、遠くに山が見える風景。それは彼女が知っている路線のどの風景とも異なっていました。ここはどこなの？なおは急いで座席から立ち上がり、車内の路線図を確認しました。しかし、そこに書かれている駅名はどれも見たことのないものでした。こんな路線聞いたこともない。なおは混乱し、心臓が早く打ち始めました。普段の冷静な自分がどこかへ消え、恐怖がじわじわと心を襲っていきます。不安が募る中、なおは、とりあえず次の駅で降りよう、と決めました。電車はほどなくして減速し、見知らぬ駅に止まりました。ドアが開くと、なおは急いで外に飛び出しました。けれども、駅のホームには誰一人としていません。なおは振り返り、再び電車を見ましたが、ドアはすぐに閉まり、音もなく走り去っていきました。どうしよう。なおは心細さを感じながら、ホームを見渡しました。そこには何の表示もなく、駅名すら見当たりません。薄暗い照明がホーム全体をぼんやりと照らし、まるでこの場所がどこにも存在していないかのような錯覚を覚えました。なおは、駅名すらわからないなんて、どうしてと自分に問いかけましたが、答えはありません。ますます不安が募り、彼女は足早に駅の外へ出ることにしました。外に出れば何か手がかりがあるかもしれない。駅を出ると、なおの前には静かな住宅街が広がっていました。
道の両側には古い木造の家々が並び、窓から漏れる明かりが少しだけ通りを照らしていました。この場所、どこかで見たことがあるような気がする。ナオは不思議に思いました。しかし、具体的にどこで見たのかは思い出せません。とにかく誰かに会わないと。ナオは自分に言い聞かせ、足を前に進めました。道は一本しかなく、彼女はその道をまっすぐ歩き始めました。街は静まり返り、足音がやけに大きく響きます。家々の窓は閉ざされており、人の気配は全く感じられません。こんなに静かだなんてありえない。ナオは薄気味悪さを感じました。5分ほど歩いた頃、前方に明かりが見えてきました。コンビニか何かかな。ナオは少しほっとしました。明かりの下には何か人の気配があるかもしれない。そう思い、少し早足になりました。しかし、近づくにつれて、ナオの胸の中で不安が膨らんでいきました。その明かりが見覚えのあるものであることに気づいたのです。まさか、彼女は立ち止まり、目の前にあるものをじっと見つめました。そこには先ほど自分が降り立った駅がありました。そんなはずはない。ナオは呆然としながらつぶやきました。ずっとまっすぐ歩いてきたのに、どうしてまた同じ場所に戻ってきたの？ナオは再び時計を見ました。しかし驚くべきことに、時間は駅を出た時と同じ時刻を指していました。どうして？ナオの頭の中は混乱し、まるで現実が歪んでいるような感覚に陥りました。ナオは再び駅の前に立ち尽くしていました。どうしてこんなことが起こっているの？彼女の心の中には理解しがたい恐怖が渦巻いていました。時間が止まっている、もしくは何かに閉じ込められているような感覚。まるで自分だけが時間の流れから取り残されてしまったかのようです。もう一度歩いてみよう。ナオは震える声で自分に言い聞かせました。何かの間違いだと思いたかったのです。駅を再び出て、今度は違う道を選び、慎重に進み始めました。周囲の風景は変わらず、古びた家々が静かに佇んでいます。足音が響くたびに、ナオの心はますます不安定になっていきました。ここはどこなんだろう。私は一体どうしてしまったの？歩きながら、ナオは次々と疑問が浮かんできました。しかし答えは見つかりません。時間は止まったままで、現実感が次第に薄れていくのを感じました。再び歩き続けるナオは、遠くにまた同じ明かりを見つけました。嘘でしょ？彼女は足を止め、再び同じ駅が目の前に現れたことに愕然としました。もうどうすればいいのかわからない。ナオは肩を落とし、足元を見つめました。何度も歩いても同じ結果になる。この状況から抜け出す手段が全く思い浮かびません。ナオは深い絶望感に襲われました。ここから逃げ出す方法が見つからない。そしてこの奇妙な世界に自分は一人きりで閉じ込められてしまったのだという恐怖が彼女の心を締め付けます。駅の前に立つナオは
再び時計を見つめました。止まったままの時間に彼女は一瞬心を失いかけました。私は何をすればいいの？どうしてこんなことに？なおは何度も自分に問いかけましたが、その答えは見つかりません。彼女は再びベンチに座り込み、頭を抱えました。孤独と不安、そして自分の無力さに押しつぶされそうになりながら、なおはその場にとどまり続けました。私は本当にここから抜け出せるの？なおは心の中で強く問いかけましたが、その答えはまだ遠く霞んで見えないままでした。途方に暮れたなおは再び駅のベンチに腰を下ろしました。静寂が耳にしみる中、彼女の心は焦りと恐怖で満たされていました。どうしてこんなことに？なおは自然と独り言を口にしました。何が起こってるの？私、ただ家に帰りたいだけなのに。彼女はもう一度周囲を見渡しました。街灯がぼんやりと光を投げかける住宅街。誰もいない無人の駅。まるでこの世界には自分しか存在していないかのような感覚。なおは体を震わせました。これは夢なんかじゃない。でも現実とも思えない。心臓が速くなり、冷たい汗が額に浮かびます。再び時計を確認すると、やはり時間は止まったままです。何をしても同じなんだ。なおはため息をつきました。すると、駅の片隅に何かが光っているのが目に入りました。彼女は立ち上がり、ゆっくりとその光へと歩み寄りました。そこには古びた掲示板があり、白い紙にかすれた文字で何かが書かれています。なおはその紙に目を凝らしました。現実逃避。その言葉がなおの目に飛び込んできました。彼女はその文字をじっと見つめました。現実逃避。なおはつぶやきました。これは私のことを言っているの？次の瞬間、なおの心に一つの考えが浮かびました。これまでの自分の生活、毎日のように続く仕事のプレッシャー、終わりのない残業、帰っても待っているのは空っぽの部屋。彼女はいつの間にか現実から逃れたいと願うようになっていたのかもしれません。私、ずっと現実から目を背けていたんだ。なおは自分自身に語りかけました。このループする世界は私が作り出したもの？こんなに疲れ果てた心がこんな奇妙な場所を生み出してしまったの？しかし、そう考えたとき、なおは一つの疑問にぶつかりました。でも、どうすればここから抜け出せるの？現実に戻りたいけど。なおは頭を抱え、しばらく考え込みました。けれども、どんなに考えても答えは見つかりませんでした。どうすればいいの？なおは再び時計を見つめました。針は一向に動かず、まるで永遠にこの時間に閉じ込められているかのようです。やがて、なおは思い切ってもう一度立ち上がりました。ここにいても何も変わらない。もう一度歩いてみよう。彼女は心の中でそう決意しました。
なおは再び駅を出て、同じ一本道を歩き始めました。何度も見た同じ景色が続きます。これじゃまるでデジャブみたい。彼女は苦笑しました。でも歩くしかない。何もしないでここにいるわけにはいかないから。しばらく歩いた後、なおは再び同じ駅にたどり着きました。再び時間は動かず、世界は止まったまま。もうどうすればいいのかわからない。なおは肩を落とし、再びベンチに座り込みました。その時、ふと彼女は自分の心の中で何かが変わり始めたのを感じました。このままじゃずっとここに閉じ込められるだけ。彼女は心の中で自分に語りかけました。でも、本当に私はここから出たいの？本当に現実に戻りたいの？そう考えたとき、なおの中で新たな気持ちが芽生えました。私が本当に逃れたいのは、この奇妙な世界じゃない。今までの生き方にこそ、私は本当の意味で閉じ込められていたのかもしれない。なおは深呼吸をし、目を閉じました。そして心の中で強く願いました。私は現実に戻る。でも、これまでのように生きるんじゃなく、自分の心の声にもっと耳を傾けて、新しい一歩を踏み出すんだ。その瞬間、なおはふと気がつきました。駅の周りが徐々に明るくなり、周囲の音が戻ってきました。目を開けると、そこは見慣れた駅のホームで、通勤客が忙しそうに行き交っています。なおは自分の腕を見つめ、何度も瞬きをしました。戻ってきた。彼女は驚きとともにどこか安堵感を感じました。ここは現実。なおはそうつぶやきました。電車は普通に運行しており、誰もが普段通りに動いています。まるで何もなかったかのように。なおは少しずつ歩き始めました。心の中に一つの決意を抱いて、もう逃げない。自分の心に素直になって、もっと自分のために生きよう。彼女はそれまでの自分を振り返り、新しい自分を迎える準備を始めました。そして、なおはゆっくりと家へ帰る電車に乗り込みました。その目には、これから始まる新しい日々への期待が宿っていました。現実に戻った彼女は、もう一度自分の人生を取り戻すことを決意し、静かに電車の座席に身を沈めました。彼女はスムーズに動き出し、なおを新しい未来へと運んでいきました。この結末は、なおがただ現実から逃れるのではなく、真に自分自身と向き合い、新たな生き方を見つける物語です。これをきっかけに、彼女はもっと自分らしい人生を歩み始めることでしょう。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をしてくださいね。応援よろしくお願いします。なおは35歳の独身会社員です。仕事は毎日忙しく、特に最近はプロジェクトの締め切りが迫り、連日残業が続いていました。朝早く家を出て、夜遅く帰宅する生活がすっかり日常になりつつあります。また今日も残業か。
なおは会社のデスクでカレンダーを見つめながら心の中でため息をつきました。体の疲れはもちろんですが、心の疲れも日に日に増しているのを感じていました。帰宅後はテレビを見ながら簡単な食事をとり、そのままベッドに倒れ込むように眠るだけの生活。誰かに愚痴をこぼすこともなく、休日もただ疲れを癒すために家でゴロゴロするだけ。このままでいいのかなと時折考えるものの、仕事の忙しさに押し流され、結局何も変えることができないまま日々が過ぎていくのでした。その日の夜も、なおは残業を終え、いつもの電車に乗り込みました。時刻は午後10時を過ぎ、車内にはちらほらと他の乗客が乗っているだけ。なおはいつものように窓際の席に座り、窓の外の暗闇をぼんやりと眺めました。今日も疲れたな。なおは小さな声でつぶやき、目を閉じました。体は重く、まぶたが自然と落ちていきます。揺れる電車のリズムに合わせて、なおは次第に意識を手放していきました。どれほど眠っていたのか、ふと目を覚ましたなおは、ぼんやりとした頭で窓の外を見ました。しかし、そこに広がる風景は、彼女が見慣れた街並みとは全く違うものでした。なおは思わず言葉を漏らしました。緑が広がり、遠くに山が見える風景。それは彼女が知っている路線のどの風景とも異なっていました。ここはどこなの？なおは急いで座席から立ち上がり、車内の路線図を確認しました。しかし、そこに書かれている駅名は、どれも見たことのないものでした。こんな路線、聞いたこともない。なおは混乱し、心臓が早く打ち始めました。普段の冷静な自分がどこかへ消え、恐怖がじわじわと心を襲っていきます。不安が募る中、なおは、とりあえず次の駅で降りよう、と決めました。電車はほどなくして減速し、見知らぬ駅に止まりました。ドアが開くと、なおは急いで外に飛び出しました。けれども、駅のホームには誰一人としていません。なおは振り返り、再び電車を見ましたが、ドアはすぐに閉まり、音もなく走り去っていきました。どうしよう。なおは心細さを感じながら、ホームを見渡しました。そこには何の表示もなく、駅名すら見当たりません。薄暗い照明がホーム全体をぼんやりと照らし、まるでこの場所がどこにも存在していないかのような錯覚を覚えました。なおは、駅名すらわからないなんて、どうしてと自分に問いかけましたが、答えはありません。ますます不安が募り、彼女は足早に駅の外へ出ることにしました。外に出れば何か手がかりがあるかもしれない。駅を出ると、なおの前には静かな住宅街が広がっていました。道の両側には古い木造の家々が並び、窓から漏れる明かりが少しだけ通りを照らしていました。この場所、どこかで見たことがあるような気がする。なおは不思議に思いました。しかし、具体的にどこで見たのかは思い出せません。
とにかく誰かに会わないと。ナオは自分に言い聞かせ、足を前に進めました。道は一本しかなく、彼女はその道をまっすぐ歩き始めました。街は静まり返り、足音がやけに大きく響きます。家々の窓は閉ざされており、人の気配は全く感じられません。こんなに静かだなんてありえない。ナオは薄気味悪さを感じました。5分ほど歩いた頃、前方に明かりが見えてきました。コンビニか何かかな。ナオは少しほっとしました。明かりの下には何か人の気配があるかもしれない。そう思い、少し早足になりました。しかし、近づくにつれて、ナオの胸の中で不安が膨らんでいきました。その明かりが見覚えのあるものであることに気づいたのです。まさか、彼女は立ち止まり、目の前にあるものをじっと見つめました。そこには先ほど自分が降り立った駅がありました。そんなはずはない。ナオは呆然としながらつぶやきました。ずっとまっすぐ歩いてきたのに、どうしてまた同じ場所に戻ってきたの？ナオは再び時計を見ました。しかし驚くべきことに、時間は駅を出た時と同じ時刻を指していました。どうして？ナオの頭の中は混乱し、まるで現実が歪んでいるような感覚に陥りました。ナオは再び駅の前に立ち尽くしていました。どうしてこんなことが起こっているの？彼女の心の中には理解しがたい恐怖が渦巻いていました。時間が止まっている、もしくは何かに閉じ込められているような感覚。まるで自分だけが時間の流れから取り残されてしまったかのようです。もう一度歩いてみよう。ナオは震える声で自分に言い聞かせました。何かの間違いだと思いたかったのです。駅を再び出て、今度は違う道を選び、慎重に進み始めました。周囲の風景は変わらず、古びた家々が静かに佇んでいます。足音が響くたびに、ナオの心はますます不安定になっていきました。ここはどこなんだろう。私は一体どうしてしまったの？歩きながら、ナオは次々と疑問が浮かんできました。しかし答えは見つかりません。時間は止まったままで、現実感が次第に薄れていくのを感じました。再び歩き続けるナオは、遠くにまた同じ明かりを見つけました。嘘でしょ？彼女は足を止め、再び同じ駅が目の前に現れたことに愕然としました。もうどうすればいいのかわからない。ナオは肩を落とし、足元を見つめました。何度も歩いても同じ結果になる。この状況から抜け出す手段が全く思い浮かびません。ナオは深い絶望感に襲われました。ここから逃げ出す方法が見つからない。そしてこの奇妙な世界に自分は一人きりで閉じ込められてしまったのだという恐怖が彼女の心を締め付けます。駅の前に立つナオは再び時計を見つめました。止まったままの時間に彼女は一瞬心を失いかけました。私は何をすればいいの？どうしてこんなことに？ナオは何度も自分に問いかけましたが、その答えは見つかりません。
彼女は再びベンチに座り込み、頭を抱えました。孤独と不安、そして自分の無力さに押しつぶされそうになりながら、ナオはその場にとどまり続けました。私は本当にここから抜け出せるの？ナオは心の中で強く問いかけましたが、その答えはまだ遠く霞んで見えないままでした。途方に暮れたナオは再び駅のベンチに腰を下ろしました。静寂が耳にしみる中、彼女の心は焦りと恐怖で満たされていました。どうしてこんなことに？ナオは自然と独り言を口にしました。何が起こってるの？私、ただ家に帰りたいだけなのに。彼女はもう一度周囲を見渡しました。街灯がぼんやりと光を投げかける住宅街。誰もいない無人の駅。まるでこの世界には自分しか存在していないかのような感覚。ナオは体を震わせました。これは夢なんかじゃない。でも現実とも思えない。心臓が速くなり、冷たい汗が額に浮かびます。再び時計を確認すると、やはり時間は止まったままです。何をしても同じなんだ。ナオはため息をつきました。すると、駅の片隅に何かが光っているのが目に入りました。彼女は立ち上がり、ゆっくりとその光へと歩み寄りました。そこには古びた掲示板があり、白い紙にかすれた文字で何かが書かれています。ナオはその紙に目を凝らしました。現実逃避。その言葉がナオの目に飛び込んできました。彼女はその文字をじっと見つめました。現実逃避。ナオはつぶやきました。これは私のことを言っているの？次の瞬間、ナオの心に一つの考えが浮かびました。これまでの自分の生活、毎日のように続く仕事のプレッシャー、終わりのない残業、帰っても待っているのは空っぽの部屋。彼女はいつの間にか現実から逃れたいと願うようになっていたのかもしれません。私、ずっと現実から目を背けていたんだ。ナオは自分自身に語りかけました。このループする世界は私が作り出したもの？こんなに疲れ果てた心がこんな奇妙な場所を生み出してしまったの？しかし、そう考えたとき、ナオは一つの疑問にぶつかりました。でも、どうすればここから抜け出せるの？現実に戻りたいけど。ナオは頭を抱え、しばらく考え込みました。けれども、どんなに考えても答えは見つかりませんでした。どうすればいいの？ナオは再び時計を見つめました。針は一向に動かず、まるで永遠にこの時間に閉じ込められているかのようです。やがて、ナオは思い切ってもう一度立ち上がりました。ここにいても何も変わらない。もう一度歩いてみよう。彼女は心の中でそう決意しました。ナオは再び駅を出て、同じ一本道を歩き始めました。何度も見た同じ景色が続きます。これじゃまるでデジャブみたい。彼女は苦笑しました。でも歩くしかない。何もしないで
ここにいるわけにはいかないから。しばらく歩いた後、ナオは再び同じ駅にたどり着きました。再び時間は動かず、世界は止まったまま。もうどうすればいいのかわからない。ナオは肩を落とし、再びベンチに座り込みました。その時、ふと彼女は自分の心の中で何かが変わり始めたのを感じました。このままじゃずっとここに閉じ込められるだけ。彼女は心の中で自分に語りかけました。でも、本当に私はここから出たいの？本当に現実に戻りたいの？そう考えたとき、ナオの中で新たな気持ちが芽生えました。私が本当に逃れたいのは、この奇妙な世界じゃない。今までの生き方にこそ、私は本当の意味で閉じ込められていたのかもしれない。ナオは深呼吸をし、目を閉じました。そして心の中で強く願いました。私は現実に戻る。でも、これまでのように生きるんじゃなく、自分の心の声にもっと耳を傾けて、新しい一歩を踏み出すんだ。その瞬間、ナオはふと気がつきました。駅の周りが徐々に明るくなり、周囲の音が戻ってきました。目を開けると、そこは見慣れた駅のホームで、通勤客が忙しそうに行き交っています。ナオは自分の腕を見つめ、何度も瞬きをしました。戻ってきた。彼女は驚きとともにどこか安堵感を感じました。ここは現実。ナオはそうつぶやきました。電車は普通に運行しており、誰もが普段通りに動いています。まるで何もなかったかのように。ナオは少しずつ歩き始めました。心の中に一つの決意を抱いて、もう逃げない。自分の心に素直になって、もっと自分のために生きよう。彼女はそれまでの自分を振り返り、新しい自分を迎える準備を始めました。そして、ナオはゆっくりと家へ帰る電車に乗り込みました。その目には、これから始まる新しい日々への期待が宿っていました。現実に戻った彼女は、もう一度自分の人生を取り戻すことを決意し、静かに電車の座席に身を沈めました。彼女はスムーズに動き出し、ナオを新しい未来へと運んでいきました。この結末は、ナオがただ現実から逃れるのではなく、真に自分自身と向き合い、新たな生き方を見つける物語です。これをきっかけに、彼女はもっと自分らしい人生を歩み始めることでしょう。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をしてくださいね。応援よろしくお願いします。ナオは35歳の独身会社員です。仕事は毎日忙しく、特に最近はプロジェクトの締め切りが迫り、連日残業が続いていました。朝早く家を出て、夜遅く帰宅する生活がすっかり日常になりつつあります。また今日も残業か。ナオは会社のデスクでカレンダーを見つめながら、心の中でため息をつきました。体の疲れはもちろんですが、心の疲れも日に日に増しているのを感じていました。帰宅後はテレビを見ながら簡単な食事をとり、そのままベッドに倒れ込むように眠るだけの生活。誰かに愚痴をこぼすこともなく、休日もただ疲れを癒すために家でゴロゴロするだけ。
このままでいいのかな、と時折考えるものの、仕事の忙しさに押し流され、結局何も変えることができないまま日々が過ぎていくのでした。その日の夜も、なおは残業を終え、いつもの電車に乗り込みました。時刻は午後10時を過ぎ、車内にはちらほらと他の乗客が乗っているだけ。なおはいつものように窓際の席に座り、窓の外の暗闇をぼんやりと眺めました。今日も疲れたな。なおは小さな声でつぶやき、目を閉じました。体は重く、まぶたが自然と落ちていきます。揺れる電車のリズムに合わせて、なおは次第に意識を手放していきました。どれほど眠っていたのか、ふと目を覚ましたなおは、ぼんやりとした頭で窓の外を見ました。しかし、そこに広がる風景は、彼女が見慣れた街並みとは全く違うものでした。なおは思わず言葉を漏らしました。緑が広がり、遠くに山が見える風景。それは彼女が知っている路線のどの風景とも異なっていました。ここはどこなの？なおは急いで座席から立ち上がり、車内の路線図を確認しました。しかし、そこに書かれている駅名はどれも見たことのないものでした。こんな路線、聞いたこともない。なおは混乱し、心臓が早く打ち始めました。普段の冷静な自分がどこかへ消え、恐怖がじわじわと心を襲っていきます。不安が募る中、なおは、とりあえず次の駅で降りよう、と決めました。電車はほどなくして減速し、見知らぬ駅に止まりました。ドアが開くと、なおは急いで外に飛び出しました。けれども、駅のホームには誰一人としていません。なおは振り返り、再び電車を見ましたが、ドアはすぐに閉まり、音もなく走り去っていきました。どうしよう。なおは心細さを感じながらホームを見渡しました。そこには何の表示もなく、駅名すら見当たりません。薄暗い照明がホーム全体をぼんやりと照らし、まるでこの場所がどこにも存在していないかのような錯覚を覚えました。なおは、駅名すらわからないなんて、どうして？と自分に問いかけましたが、答えはありません。ますます不安が募り、彼女は足早に駅の外へ出ることにしました。外に出れば何か手がかりがあるかもしれない。駅を出ると、なおの前には静かな住宅街が広がっていました。道の両側には古い木造の家々が並び、窓から漏れる明かりが少しだけ通りを照らしていました。この場所、どこかで見たことがあるような気がする。なおは不思議に思いました。しかし、具体的にどこで見たのかは思い出せません。とにかく誰かに会わないと。なおは自分に言い聞かせ、足を前に進めました。道は一本しかなく、彼女はその道をまっすぐ歩き始めました。街は静まり返り、足音がやけに大きく響きます。家々の窓は閉ざされており、人の気配は全く感じられません。こんなに静かだなんてありえない。なおは薄気味悪さを感じました。5分ほど歩いた頃、前方に明かりが見えてきました。コンビニか何かかな。なおは少しほっとしました。明かりの下には何か人の気配があるかもしれない。そう思い、少し早足になりました。しかし、近づくにつれて、なおの胸の中で不安が膨らんでいきました。その明かりが見覚えのあるものであることに気づいたのです。まさか。彼女は立ち止まり、目の前にあるものをじっと見つめました。そこには先ほど自分が降り立った駅がありました。そんなはずはない。なおは呆然としながらつぶやきました。ずっとまっすぐ歩いてきたのに、どうしてまた同じ場所に戻ってきたの？
なおは再び時計を見ました。しかし驚くべきことに、時間は駅を出た時と同じ時刻を指していました。どうして？なおの頭の中は混乱し、まるで現実が歪んでいるような感覚に陥りました。なおは再び駅の前に立ち尽くしていました。どうしてこんなことが起こっているの？彼女の心の中には理解しがたい恐怖が渦巻いていました。時間が止まっている、もしくは何かに閉じ込められているような感覚。まるで自分だけが時間の流れから取り残されてしまったかのようです。もう一度歩いてみよう。なおは震える声で自分に言い聞かせました。何かの間違いだと思いたかったのです。駅を再び出て、今度は違う道を選び、慎重に進み始めました。周囲の風景は変わらず、古びた家々が静かに佇んでいます。足音が響くたびに、なおの心はますます不安定になっていきました。ここはどこなんだろう。私は一体どうしてしまったの？歩きながら、なおは次々と疑問が浮かんできました。しかし答えは見つかりません。時間は止まったままで、現実感が次第に薄れていくのを感じました。再び歩き続けるなおは、遠くにまた同じ明かりを見つけました。嘘でしょ？彼女は足を止め、再び同じ駅が目の前に現れたことに愕然としました。もうどうすればいいのかわからない。なおは肩を落とし、足元を見つめました。何度も歩いても同じ結果になる。この状況から抜け出す手段が全く思い浮かびません。なおは深い絶望感に襲われました。ここから逃げ出す方法が見つからない。そしてこの奇妙な世界に自分は一人きりで閉じ込められてしまったのだという恐怖が彼女の心を締め付けます。駅の前に立つなおは再び時計を見つめました。止まったままの時間に彼女は一瞬心を失いかけました。私は何をすればいいの？どうしてこんなことに？なおは何度も自分に問いかけましたが、その答えは見つかりません。彼女は再びベンチに座り込み、頭を抱えました。孤独と不安、そして自分の無力さに押しつぶされそうになりながら、なおはその場にとどまり続けました。私は本当にここから抜け出せるの？なおは心の中で強く問いかけましたが、その答えはまだ遠く霞んで見えないままでした。途方に暮れたなおは再び駅のベンチに腰を下ろしました。静寂が耳にしみる中、彼女の心は焦りと恐怖で満たされていました。どうしてこんなことに？なおは自然と独り言を口にしました。何が起こってるの？私、ただ家に帰りたいだけなのに。彼女はもう一度周囲を見渡しました。街灯がぼんやりと光を投げかける住宅街。誰もいない無人の駅。まるでこの世界には自分しか存在していないかのような感覚。なおは体を震わせました。これは夢なんかじゃない。でも現実とも思えない。心臓が速くなり、冷たい汗が額に浮かびます。再び時計を確認すると、やはり時間は止まったままです。何をしても同じなんだ。なおはため息をつきました。すると、駅の片隅に何かが光っているのが目に入りました。彼女は立ち上がり、ゆっくりとその光へと歩み寄りました。そこには古びた掲示板があり、白い紙にかすれた文字で何かが書かれています。なおはその紙に目を凝らしました。現実逃避。その言葉がなおの目に飛び込んできました。彼女はその文字をじっと見つめました。現実逃避。なおはつぶやきました。
これは私のことを言っているの？次の瞬間、ナオの心に一つの考えが浮かびました。これまでの自分の生活、毎日のように続く仕事のプレッシャー、終わりのない残業、帰っても待っているのは空っぽの部屋。彼女はいつの間にか現実から逃れたいと願うようになっていたのかもしれません。私、ずっと現実から目を背けていたんだ。ナオは自分自身に語りかけました。このループする世界は私が作り出したもの？こんなに疲れ果てた心がこんな奇妙な場所を生み出してしまったの？しかし、そう考えたとき、ナオは一つの疑問にぶつかりました。でも、どうすればここから抜け出せるの？現実に戻りたいけど。ナオは頭を抱え、しばらく考え込みました。けれども、どんなに考えても答えは見つかりませんでした。どうすればいいの？ナオは再び時計を見つめました。針は一向に動かず、まるで永遠にこの時間に閉じ込められているかのようです。やがて、ナオは思い切ってもう一度立ち上がりました。ここにいても何も変わらない。もう一度歩いてみよう。彼女は心の中でそう決意しました。ナオは再び駅を出て、同じ一本道を歩き始めました。何度も見た同じ景色が続きます。これじゃまるでデジャブみたい。彼女は苦笑しました。でも歩くしかない。何もしないでここにいるわけにはいかないから。しばらく歩いた後、ナオは再び同じ駅にたどり着きました。再び時間は動かず、世界は止まったまま。もうどうすればいいのかわからない。ナオは肩を落とし、再びベンチに座り込みました。その時、ふと彼女は自分の心の中で何かが変わり始めたのを感じました。このままじゃずっとここに閉じ込められるだけ。彼女は心の中で自分に語りかけました。でも、本当に私はここから出たいの？本当に現実に戻りたいの？そう考えたとき、ナオの中で新たな気持ちが芽生えました。私が本当に逃れたいのは、この奇妙な世界じゃない。今までの生き方にこそ、私は本当の意味で閉じ込められていたのかもしれない。ナオは深呼吸をし、目を閉じました。そして、心の中で強く願いました。私は現実に戻る。でも、これまでのように生きるんじゃなく、自分の心の声にもっと耳を傾けて、新しい一歩を踏み出すんだ。その瞬間、ナオはふと気がつきました。駅の周りが徐々に明るくなり、周囲の音が戻ってきました。目を開けると、そこは見慣れた駅のホームで、通勤客が忙しそうに行き交っています。ナオは自分の腕を見つめ、何度も瞬きをしました。戻ってきた。彼女は驚きとともにどこか安堵感を感じました。ここは現実。ナオはそうつぶやきました。電車は普通に運行しており、誰もが普段通りに動いています。まるで何もなかったかのように。ナオは少しずつ歩き始めました。心の中に一つの決意を抱いて。もう逃げない。自分の心に素直になって、もっと自分のために生きよう。彼女はそれまでの自分を振り返り、新しい自分を迎える準備を始めました。そして、ナオはゆっくりと家へ帰る電車に乗り込みました。その目には、これから始まる新しい日々への期待が宿っていました。現実に戻った彼女は、もう一度自分の人生を取り戻すことを決意し、静かに電車の座席に身を沈めました。彼女はスムーズに動き出し、ナオを新しい未来へと運んでいきました。この結末は
なおがただ現実から逃れるのではなく、真に自分自身と向き合い、新たな生き方を見つける物語です。これをきっかけに、彼女はもっと自分らしい人生を歩み始めることでしょう。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をしてくださいね。応援よろしくお願いします。なおは35歳の独身会社員です。仕事は毎日忙しく、特に最近はプロジェクトの締め切りが迫り、連日残業が続いていました。朝早く家を出て、夜遅く帰宅する生活がすっかり日常になりつつあります。また今日も残業か。なおは会社のデスクでカレンダーを見つめながら、心の中でため息をつきました。体の疲れはもちろんですが、心の疲れも日に日に増しているのを感じていました。帰宅後はテレビを見ながら簡単な食事をとり、そのままベッドに倒れ込むように眠るだけの生活。誰かに愚痴をこぼすこともなく、休日もただ疲れを癒すために家でゴロゴロするだけ。このままでいいのかなと時折考えるものの、仕事の忙しさに押し流され、結局何も変えることができないまま日々が過ぎていくのでした。その日の夜も、なおは残業を終え、いつもの電車に乗り込みました。時刻は午後10時を過ぎ、車内にはちらほらと他の乗客が乗っているだけ。なおはいつものように窓際の席に座り、窓の外の暗闇をぼんやりと眺めました。今日も疲れたな。なおは小さな声でつぶやき、目を閉じました。体は重く、まぶたが自然と落ちていきます。揺れる電車のリズムに合わせて、なおは次第に意識を手放していきました。どれほど眠っていたのか、ふと目を覚ましたなおは、ぼんやりとした頭で窓の外を見ました。しかし、そこに広がる風景は、彼女が見慣れた街並みとは全く違うものでした。なおは思わず言葉を漏らしました。緑が広がり、遠くに山が見える風景。それは彼女が知っている路線のどの風景とも異なっていました。ここはどこなの？なおは急いで座席から立ち上がり、車内の路線図を確認しました。しかし、そこに書かれている駅名はどれも見たことのないものでした。こんな路線、聞いたこともない。なおは混乱し、心臓が早く打ち始めました。普段の冷静な自分がどこかへ消え、恐怖がじわじわと心を襲っていきます。不安が募る中、なおは、とりあえず次の駅で降りよう、と決めました。電車はほどなくして減速し、見知らぬ駅に止まりました。ドアが開くと、なおは急いで外に飛び出しました。けれども、駅のホームには誰一人としていません。なおは振り返り、再び電車を見ましたが、ドアはすぐに閉まり、音もなく走り去っていきました。どうしよう。なおは心細さを感じながら、ホームを見渡しました。そこには何の表示もなく、駅名すら見当たりません。薄暗い照明がホーム全体をぼんやりと照らし、まるでこの場所がどこにも存在していないかのような錯覚を覚えました。なおは、駅名すらわからないなんて、どうしてと自分に問いかけましたが、答えはありません。ますます不安が募り、彼女は足早に駅の外へ出ることにしました。外に出れば何か手がかりがあるかもしれない。駅を出ると、なおの前には静かな住宅街が広がっていました。道の両側には古い木造の家々が並び、窓から漏れる明かりが少しだけ通りを照らしていました。この場所、どこかで見たことがあるような気がする。なおは不思議に思いました。しかし具体的にどこで見たのかは思い出せません。
とにかく誰かに会わないと。ナオは自分に言い聞かせ、足を前に進めました。道は一本しかなく、彼女はその道をまっすぐ歩き始めました。街は静まり返り、足音がやけに大きく響きます。家々の窓は閉ざされており、人の気配は全く感じられません。こんなに静かだなんてありえない。ナオは薄気味悪さを感じました。5分ほど歩いた頃、前方に明かりが見えてきました。コンビニか何かかな。ナオは少しほっとしました。明かりの下には何か人の気配があるかもしれない。そう思い少し早足になりました。しかし近づくにつれてナオの胸の中で不安が膨らんでいきました。その明かりが見覚えのあるものであることに気づいたのです。まさか。彼女は立ち止まり、目の前にあるものをじっと見つめました。そこには先ほど自分が降り立った駅がありました。そんなはずはない。ナオは呆然としながらつぶやきました。ずっとまっすぐ歩いてきたのに、どうしてまた同じ場所に戻ってきたの？ナオは再び時計を見ました。しかし驚くべきことに、時間は駅を出た時と同じ時刻を指していました。どうして？ナオの頭の中は混乱し、まるで現実が歪んでいるような感覚に陥りました。ナオは再び駅の前に立ち尽くしていました。どうしてこんなことが起こっているの？彼女の心の中には理解しがたい恐怖が渦巻いていました。時間が止まっている、もしくは何かに閉じ込められているような感覚。まるで自分だけが時間の流れから取り残されてしまったかのようです。もう一度歩いてみよう。ナオは震える声で自分に言い聞かせました。何かの間違いだと思いたかったのです。駅を再び出て、今度は違う道を選び、慎重に進み始めました。周囲の風景は変わらず、古びた家々が静かに佇んでいます。足音が響くたびに、ナオの心はますます不安定になっていきました。ここはどこなんだろう。私は一体どうしてしまったの？歩きながら、ナオは次々と疑問が浮かんできました。しかし答えは見つかりません。時間は止まったままで、現実感が次第に薄れていくのを感じました。再び歩き続けるナオは、遠くにまた同じ明かりを見つけました。嘘でしょ？彼女は足を止め、再び同じ駅が目の前に現れたことに愕然としました。もうどうすればいいのかわからない。ナオは肩を落とし、足元を見つめました。何度も歩いても同じ結果になる。この状況から抜け出す手段が全く思い浮かびません。ナオは深い絶望感に襲われました。ここから逃げ出す方法が見つからない。そしてこの奇妙な世界に自分は一人きりで閉じ込められてしまったのだという恐怖が彼女の心を締め付けます。駅の前に立つナオは再び時計を見つめました。止まったままの時間に彼女は一瞬心を失いかけました。私は何をすればいいの？どうしてこんなことに？ナオは何度も自分に問いかけましたが、その答えは見つかりません。彼女は再びベンチに座り込み、頭を抱えました。孤独と不安、そして自分の無力さに押しつぶされそうになりながら、ナオはその場に留まり続けました。私は本当にここから抜け出せるの？ナオは心の中で強く問いかけましたが、その答えはまだ遠く霞んで見えないままでした。途方に暮れたナオは再び駅のベンチに腰を下ろしました。静寂が耳にしみる中、彼女の心は焦りと恐怖で満たされていました。どうしてこんなことに？ナオは自然と独り言を口にしました。何が起こってるの？私、
ただ家に帰りたいだけなのに。彼女はもう一度周囲を見渡しました。街灯がぼんやりと光を投げかける住宅街。誰もいない無人の駅。まるでこの世界には自分しか存在していないかのような感覚。ナオは体を震わせました。これは夢なんかじゃない。でも現実とも思えない。心臓が速くなり、冷たい汗が額に浮かびます。再び時計を確認すると、やはり時間は止まったままです。何をしても同じなんだ。ナオはため息をつきました。すると、駅の片隅に何かが光っているのが目に入りました。彼女は立ち上がり、ゆっくりとその光へと歩み寄りました。そこには古びた掲示板があり、白い紙にかすれた文字で何かが書かれています。ナオはその紙に目を凝らしました。現実逃避。その言葉がナオの目に飛び込んできました。彼女はその文字をじっと見つめました。現実逃避。ナオはつぶやきました。これは私のことを言っているの？次の瞬間、ナオの心に一つの考えが浮かびました。これまでの自分の生活、毎日のように続く仕事のプレッシャー、終わりのない残業、帰っても待っているのは空っぽの部屋。彼女はいつの間にか現実から逃れたいと願うようになっていたのかもしれません。私、ずっと現実から目を背けていたんだ。ナオは自分自身に語りかけました。このループする世界は私が作り出したもの？こんなに疲れ果てた心がこんな奇妙な場所を生み出してしまったの？しかし、そう考えたとき、ナオは一つの疑問にぶつかりました。でも、どうすればここから抜け出せるの？現実に戻りたいけど。ナオは頭を抱え、しばらく考え込みました。けれども、どんなに考えても答えは見つかりませんでした。どうすればいいの？ナオは再び時計を見つめました。針は一向に動かず、まるで永遠にこの時間に閉じ込められているかのようです。やがて、ナオは思い切ってもう一度立ち上がりました。ここにいても何も変わらない。もう一度歩いてみよう。彼女は心の中でそう決意しました。ナオは再び駅を出て、同じ一本道を歩き始めました。何度も見た同じ景色が続きます。これじゃまるでデジャブみたい。彼女は苦笑しました。でも歩くしかない。何もしないでここにいるわけにはいかないから。しばらく歩いた後、ナオは再び同じ駅にたどり着きました。再び時間は動かず、世界は止まったまま。もうどうすればいいのかわからない。ナオは肩を落とし、再びベンチに座り込みました。その時、ふと彼女は自分の心の中で何かが変わり始めたのを感じました。このままじゃずっとここに閉じ込められるだけ。彼女は心の中で自分に語りかけました。でも、本当に私はここから出たいの？本当に現実に戻りたいの？そう考えたとき、ナオの中で新たな気持ちが芽生えました。私が本当に逃れたいのは、この奇妙な世界じゃない。今までの生き方にこそ、私は本当の意味で閉じ込められていたのかもしれない。ナオは深呼吸をし、目を閉じました。そして、心の中で強く願いました。私は現実に戻る。でも、これまでのように生きるんじゃなく、自分の心の声にもっと耳を傾けて、新しい一歩を踏み出すんだ。その瞬間、ナオはふと気がつきました。駅の周りが徐々に明るくなり、周囲の音が戻ってきました。目を開けると、そこは見慣れた駅のホームで、
通勤客が忙しそうに行き交っています。ナオは自分の腕を見つめ、何度も瞬きをしました。戻ってきた。彼女は驚きとともにどこか安堵感を感じました。ここは現実。ナオはそうつぶやきました。電車は普通に運行しており、誰もが普段通りに動いています。まるで何もなかったかのように。ナオは少しずつ歩き始めました。心の中に一つの決意を抱いて、もう逃げない。自分の心に素直になって、もっと自分のために生きよう。彼女はそれまでの自分を振り返り、新しい自分を迎える準備を始めました。そして、ナオはゆっくりと家へ帰る電車に乗り込みました。その目には、これから始まる新しい日々への期待が宿っていました。現実に戻った彼女は、もう一度自分の人生を取り戻すことを決意し、静かに電車の座席に身を沈めました。彼女はスムーズに動き出し、ナオを新しい未来へと運んでいきました。この結末は、ナオがただ現実から逃れるのではなく、真に自分自身と向き合い、新たな生き方を見つける物語です。これをきっかけに、彼女はもっと自分らしい人生を歩み始めることでしょう。最後まで動画を見てくださってどうもありがとうございました。ぜひグッドボタンとチャンネル登録をしてくださいね。応援よろしくお願いします。